この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日は褒めちぎり会です。柊久志さんの作品で、タイトルは冬のとある日常。見てください。不思議な魅力のあるイラストですよね。はじめまして、いつも斉藤先生の動画で勉強させていただいております。このイラストはとあるイラストコンテストのレトロ部門で受賞を逃したもので、冬の日常をイメージして描きました。どことなく懐かしさを感じるような画面作りを目指しました。コンテストで受賞を逃した後、より説得力と共感が得られるように修正を重ねてみました。ただ、自分一人では限界があり、これ以上どうすればいいのかわからず、斉藤先生のお力添えを願いたいです。コンテストで戦えるような魅力的な目を引くようなイラストにするにはどうすればいいでしょうか。また、自身では気づけていないような違和感や問題点を教えていただきたいです。とのことです。いやー、僕としてはですね、このイラストを見た時に思ったこと。これね、正直に言うと、作者の柊久志さんのことを、ちょっとね、僕は誰にも教えたくない。僕だけのものにしたい。ってね、ちょっと誤解を生むような表現なんですが、そんな風に思いました。いや、なんでかっていうと、柊さんの絵ってお店とかに例えるとね、知る人ぞ知る隠れ家的名店っていう感じがするんですよ。看板のかかっていない一見普通の家みたいに見えるんだけど、入ってみたらもうね、どの料理もめちゃくちゃ美味しいような店。もうね、人に教えずに身内だけで何度も何度もリピートしてしまうような、そういう魅力に溢れた絵だと思います。いやー、もうね、見つけちゃったーみたいな感じですね。まあ、おそらくこれだけの画力を持っている方なので、すでにプロとして活動している方なんじゃないのかなって、僕は存じ上げなかったんですが、きっと知っている人は知っているんじゃないでしょうか。はい。でね、今回は褒めちぎり会なので、この絵についてがっつりとは添削はできません。まあ、あんまりね、添削っていう意味でする部分が少ないのでね。まあ、ただ、最後にちょこっとだけ修正します。なぜ僕がこの絵に惹かれたのか。今回はそのポイントを挙げつつ、イラストの魅力について具体的に紐解いていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい。まずですね、よりディープな話をする前に、ライトな部分から始めていこうと思うんですが、いやー、まずね、なんといっても、この絵全体から漂ってくるこの雰囲気。これがね、いいですよね。このね、外から見えている明かりが見えますよね。ということは、ここは玄関だと思うんですが、玄関の脇にある茶の間の風景。この家の作りそのものがもうザ・昭和っていう感じでね、もう今ってこういう家の作り自体少なくなってきていると思うんですが、普段はね、家族団らんの場でもあり、お客さんが来たらここに通してお茶をお出しして、で、ここでね、世話話をしながらゆっくり過ごすみたいなのが昭和的な日常風景としてありましたよね。ねえねえ、朝倉さん、ちょっと、お茶飲みに上がってってよ。あら、忙しいの？じゃあこの前つけたお漬物だけでももらってってちょうだい。ほら、今すぐ持ってくるから、ちょっと待っててね。梅干しが美味しく使ったのよ。なんてね、うちのおばあちゃんもそういう会話、ご近所さんとよくしてたんですが、そんな会話が聞こえてきそうなぐらい、匂いまでね、感じ取れるような、そういう雰囲気をよくかけていると思います。その雰囲気を作っているのが、このね、一つ一つ丁寧に書き込まれた小物類ですね。見てください。このパッと目につくこの、カツ丼っていうね、このポスター、これ、なんで貼ったんでしょうね。このポスターとか、あとこのカレンダーとかね、あとはこの町内会の火の用心のポスターと、これはね、お札かな？そして、このね、ゴーンゴーンってこの時計と、あとは下にいてこの石油ストーブ。これね、よく見ると、ほら、見て。ここで、持ち焼いてるんですよね。細かいですよね。もうここでね、子供とかがよく火傷するんですよね。あと、これ。このゴミ箱。このゴミ箱なんかちょっと見たことありますよね、これ。これうちにもあったような気がしますね。この柄のやつ。でね、このゴミ箱が汚れないように、このまま捨てられるようにね、ビニール袋を巻いて、こうやってね、使っていたような気がします、うちも。あとはね、このこたつでちゃんちゃんこを着て、そしてうどんを食べている少年。ね、少年2人います。これはね、兄弟なんでしょうね。顔めっちゃそっくりですからね。双子なのかな？でね、弟っぽい方はみかん食べてます。いいですよね。こたつでみかん。定番。
こういったね、一つ一つのモチーフを丁寧にリアリティを持って書き込んでいるので、その集積によって懐かしさを刺激されて、匂いとかね、音とかまで聞こえてくるような雰囲気の良い絵作りができているように思います。いやーもう特にね、この細かいんですけど、この壁のところ、このね、ところどころにムラがあって、もう何度も漆喰を塗り重ねてできたムラなんでしょうね。このね、補修した感じとか、そういった部分がね、特にこのイラストの全体の雰囲気をぐぐっと高めてくれているような気がしますよね。最高です。はい。でね、ここからもうちょっとイラストをマニアックな見方で見ていくんですが、この絵の不思議な魅力。僕ね、このイラストを見た時に不思議だなーっていう風に思ったんですが、これなぜかっていうと、見れば見るほどですね、この絵、主役がいないんですよ。これはですね、前にもお伝えしたことなんですが、絵の中で主役を目立たせたいなら、ちょっとね、これ目測によって適当に書いた三分割法の補助線なんですが、こういうね、三分割法とかレールマン構図を使って、この補助線の交差点の部分、この部分ですね。この部分に絵の主役を持ってくるといいですよっていう風にお伝えしましたよね。ところがこのイラストですね。ほら、見てください。この交差点上に何もないでしょ。あえて言うなら犬の頭、そしてカツ丼のポスターです。犬の頭はね、後ろなのであまり目立ちませんので、この絵を見た瞬間、皆さん多分ですけど、第一印象としては、カツ丼って思ったはずなんですよ。ね、皆さん思いましたよね。つまりね、この絵の主人公ってもう人物じゃなくて、このね、家なんです。このね、空間そのものが主役なんですよね。人物ではなく、この空間そのものを味わってくれっていう、そういう意思というか、作者の意図をこの構図から感じることができます。このね、主役不在とも取れる特殊な構図、そして周囲にたくさん配置された丁寧に書き込まれた小物類によって、視線がね、一箇所に定まらずにぐる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 と循環させられるのを感じます。もうね、このカツ丼によって吸い込まれた視線を、いろいろな小物類によってこういう風に、こんなのも置いてある。こんなのも置いてある。ここもこんな書き込みがあって、猫ちゃんがいて、そして餅焼いてて、で、この柴犬のこういうこの首輪に乗ったこの毛並みとか、あとこのお尻とか可愛いなぁと思ったら、こういうジャージ、俺も着てたかもしんないな。ほうきがかかってて、なんか懐かしいなぁみたいにね、こういう風に視線をぐるぐると循環させられるような視線誘導が働きますので、なんかこう見ているうちにどんどんこの世界観に引き込まれていくような不思議なね、感覚に陥るんです。これは多分、作者の柊さんがあえてやっていることだと思うので、素晴らしい画面作りだと僕は感じます。でね、今の話にもつながるんですが、なぜ意図的にそういう風にしていると僕が言い切れるかっていうとですね、今言った構図についてもそうなんですが、人物について、このね、二人の人物について、お母さん以外、このね、小さく描かれたお母さんと猫以外ですね、全員後ろ姿しか描かれていないんですよ。もうね、この二人、画面の入り方の大きさからして、この二人が主役だと思うんですが、でもね、この二人すら顔はチラッとしか見えていません。なので、絵の主題って何なんだろうっていう風に考えた時に、この二人が主人公のはずなんですが、ただ絵作り的にね、この二人はあんまりアイキャッチとして機能していないように描かれているので、実はそんなに主役に慣れていないんです。ただね、じゃあなんでこのイラストがこんな風に魅力的に見えているかっていうと、これはもう圧倒的に柊さんの画力が高いからですね。普通ですね、後ろ姿をこんなに魅力的に描けないです。もうね、顔の面積はここしか見えてませんし、ほとんど後ろ姿、背中しか映ってませんよね。で、しかもね、そこに厚手のジャージとかちゃんちゃんこ着てるので、肉付きとかを描けるわけではないんですが、柊さんはその超限定的な中で、背中だけでこの人物を描き切っているんですね。例えばほら、この赤いちゃんちゃんこを着たお兄ちゃん、うどんをこぼさないようにね、首だけちょっとこう前に出して前かがみになって麺をすすっている仕草。丼を持つ手はね、この
ここわかります？この親指。この親指だけで表現して、で、箸を持つ手だって、ほとんど後ろからしか見えてないのに、もうどうやって箸を持っているのかありありとわかりますよね。で、弟くんの方はというと、お母さんの方に視線を向けて、なんかね、喋りかけているように見えるんですが、多分ね、今まで寝転んでいて、起きた瞬間なんでしょうね。このね、右腕の方に体重をかけていて、まだ重心はね、体の後ろの方に残っています。これは多分ですね、こう、今まで寝転んでたんでしょうね。むくっとね、こう、起き上がって、宿題？もう今からやるつもりだよ。うるさいなとかね、言ってるんでしょうね。こういうね、一連の動作の想像を、この右手に残した重心一つで表現している。この力技、凄まじいです。いやもう、なんならね、この、犬まで後ろ姿にするっていう。このね、柴犬のこの尻尾のくるくるっていう、この、カーブの仕方とか見たことありますよね。いや、この方はもう後ろ姿フェチなんでしょうね。そのぐらいこだわりを持って後ろ姿を描き切る画力、本当にすごいと思います。でですね、ちょっとここからは言うべきなのか言わないべきなのか迷ったんですが、ご自身のコメントからお困りであることは伝わってきましたので、ここからあえてこのイラストを添削するならという観点でお話ししていきたいと思います。僕はね、このイラストの良さを最初にこう言いました。知る人ぞ知る隠れた名店と。これは確かにこのイラストの良さではあるんですが、実はですね、これ自体がこのイラストの決定的な弱点とも言えるんですね。先ほども言いましたが、このイラストは主役が不在です。なので、アイキャッチがね、ないんですよね。これはどういうことかというと、そもそも看板を掲げていないお店と一緒なので、お店をね、やってるのかどうなのか、一般の人には分かりづらい状態とも言えると思うんです。なのでね、こうバーって並んだ店があったとしたら、こう目立つ店がある一方で、このお店はね、ちょっとね、パッと見目立たないんですよ。だから審査に漏れてしまったんだと思います。イラストの審査ってね、こうわーって何十枚も何百枚も一斉に並べて、そしてその中からパッと目についたものを選ぶので、アイキャッチがない状態だと結構ね、辛いんですよね。凄まじい画力を持っているにもかかわらず、このイラストが賞を取り逃した一番の原因、それがね、このアイキャッチがない状態という風にも言えると思います。なので、僕だったらどうするのか。これはちょっとな、このイラストをキャッチーにするっていうのは結構ね、根本的な部分から修正する必要があるので、そこまではしませんが、僕が言いたいのはこういうことっていうのをお伝えするために無理やり修正するとですね、こういうことです。嫌だなぁ。はい。まずね、本を奥の方にも少し足してみました。そして、こうですね。はい。お兄ちゃんの方は、うどんを食べているんじゃなくて絵を描いている姿に変更しました。紙の原稿の方がレトロ感があっていいと思うので、それでもいいです。ただね、柴犬が室内で飼われている状況を考えると、昭和の時代って柴犬を室内飼いしていた家って割と少ないと思うので、意外とこのイラストですね、昭和じゃなくて平成か令和なんじゃないかと思うんですよね。そういうね、レトロチックな空間の中で iPad を使っているっていうのも、ギャップがあって面白いと思ったので、あえてこのようにしてみました。で、さらにこうです。はい。弟くんのポーズをガラッと変えて、意味不明なポーズにしてみました。ちょっとね、見やすいように全画面表示にしましょう。あ、忘れてた。お兄ちゃんの目線もちょっと変えますね。はい。
こんな感じの変化です。なんでこんな変化をさせたのか解説していきますね。このね、弟くんのこのポーズを意味不明に変えた理由。これはね、何をしているかっていうと、多分ね、お兄ちゃんの絵の資料になっているんですよ。ここ、よく見てください。皆さん気づきましたか？このね、本のタイトル。可愛いは作れるって書いてあります。つまりですね、お兄ちゃんは漫画家とか絵師とか何か可愛いを作り出す創作者なんですね。弟よ、ちょっと絵のポーズの参考になってくれ。このな、座布団をちょっとこう高く掲げて、そしてこの花瓶を頭に乗せてくれたまえよ。まさにそれだ。いいぞ、これで最高に可愛い絵が描ける。よし、そのまま10分間キープだ。頑張れ、可愛いを作り出すためだ。ってね、無茶させられている中、たまたま玄関を通りかかった母親と目が合う。っていうね、そういう地獄の瞬間なんですね、これは。まあちょっとこの状況がキャッチーな状況と言えるかどうかわかりませんが、ただ少なくとも人物が主役になった。一つのテーマに沿った状況をこれで作り出すことができます。ただね、あんまり改善にはなってるかどうかちょっとわかりませんね。本当はですね、弟くんの方を座らせたままではなくて、立たせたりして、もっとね、高さを出して、この辺とかに顔を持ってきたいところではあるんですが、それをやっちゃうとですね、かなり大工事になってしまいますので、こんな感じで留めてみました。考え方の参考にしていただければ嬉しいです。なんかね、もう本当は隠しておきたかった。本当は僕のものだけにしておきたかった隠れた名店をみんなにお伝えしてしまった気分です。たまにですね、こういったガチ神絵師の方からも質問をいただくので、ありがたい限りなんですが、他にもですね、ある神絵師さんからのガチ質問、企業からいまいち仕事が来ないんですが、なんでですか？っていうね、そういう質問に対して詳しく解説した動画。ガチ解説、企業から絵の依頼が来る方法とはもおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。